カピバラの秘密。一章。合格の穴。ある動物がいます。その動物は家畜になるために必要とされる条件を全て満たしていました。餌にうるさくなく、成長も比較的早く、人に飼われてもきちんと子を産みます。性格はおとなしく、危険を感じても慌てて逃げ出すことがなく、群れの中には序列もあります。理論上はこれで牛や豚と並んで世界中で飼われていてもおかしくありません。しかし現実にはそうなりませんでした。その動物の名前はカピバラです。なぜ条件を全て満たしていたのに家畜にはならなかったのか。その理由をたどっていくと、理論だけでは見えてこない現実の構造が浮かび上がってきます。2章。6つの関門。この問いに答えを出したのがアメリカの学者ジャレド・ダイヤモンドです。著書10病原菌鉄の中で彼はこう指摘しました。家畜になれる動物は実はごくわずかしかいない。そして家畜になるためには6つの条件を全てクリアする必要がある。1つ目は餌です。好き嫌いが多い動物は飼うのに手間がかかりすぎます。2つ目は成長の速さです。大人になるまで何年もかかる動物は割に合いません。3つ目は飼育下での繁殖です。人の目の前では子を作らない動物もいます。4つ目は性格です。気性が荒ければ人に危害を加えてしまいます。5つ目はパニックへの耐性です。すぐに逃げ出す動物は群れごと管理できません。そして6つ目が序列のある社会性です。群れの中にリーダーがいれば人間がその位置に入れ替わることができます。わかりやすい例がシマウマです。見た目は馬に近く、一見家畜に向いていそうですが、気性が荒くパニックにも弱いため最後まで人に懐きませんでした。条件はたった一つかけるだけで成立しなくなります。そしてこの6つの関門を全て通り抜けてしまう動物が実際に存在します。それがカピバラです。3章。条件クリア。まず餌です。カピバラは草や水草を食べる草食動物で、食べ物の選択肢も比較的シンプルです。牛と同じように植物を主な餌として育てることができます。次に成長の速さです。カピバラはおよそ1年から1年半ほどで成成熟に達します。大型の草食動物としては決して遅い成長ではありません。そして飼育下での繁殖です。妊娠期間はおよそ5ヶ月、一度に複数の子を産み、平均すると3頭から4頭ほど、多い場合には8頭ほど産むことがあります。妊娠期間が約9ヶ月で、通常は1頭の子を産む牛と比べても繁殖力はかなり高い動物です。続いて性格です。カピバラは野生動物の中でも比較的おとなしいことで知られています。人間に対しても他の大型野生動物ほど攻撃的ではありません。もちろん野生動物なので危険がないわけではありません。それでも人間が管理する上では比較的扱いやすい性質を持っています。そしてパニックへの耐性です。カピバラは危険を感じると水の中へ逃げ込むなど身を守る行動をとります。つまり何が起きても動じない動物というわけではありません。ただ群れで生活し水辺を利用しながら比較的落ち着いて行動する性質は家畜化に有利とされる特徴と重なる部分があります。最後に社会性です。カピバラは複数の個体からなる群れで生活し、群れの中には明確な社会的な順位があります。特にオス同士では優位な個体とそれに従う個体という社会的な関係が形成されます。これは家畜化に有利とされる社会構造の一つです。ここまでを見ると餌、成長速度、繁殖、性格、パニックへの対応、そして社会性、カピバラはダイヤモンドが挙げた家畜化に有利な条件の多くをかなり満たしています。生物学的に見れば家畜化の候補になってもおかしくない動物です。ではそれほど条件が揃っているのになぜカピバラは牛や豚のような世界的な家畜にはならなかったのでしょうか。ここから先に理論だけでは説明できない現実の壁が出てきます。4章。4つの壁。しかし家畜化に向いている条件を多く満たしていることと実際に家畜になることは別の話です。カピバラには生物学的な条件だけでは見えてこないいくつかの壁がありました。一つ目は生活環境です。カピバラは半水生の動物で生活のために水辺を強く必要とします。牛や羊のように乾いた土地だけでどこでも飼える動物ではありません。もちろん水辺の環境なら人間が管理して利用することはできます。実際南米では牧場の中でカピバラの個体数を管理し
捕獲して利用する仕組みも作られています。つまり水があるから家畜化できなかったという単純な話ではありません。ただ世界中の様々な環境で飼育するという意味では大きな制約になります。2つ目は生産性です。カピバラは肉や皮を利用できます。しかし牛のように乳を継続的に利用したり農作業に使ったりすることはできません。豚も肉だけでなく人間の生活から出る様々な食料を利用できます。つまりカピバラにも利用価値はありますが、家畜としての用途は牛や豚ほど多くありません。3つ目は既存の家畜との比較です。家畜化を考えるとき、その動物だけを見ても答えは出ません。同じ土地と労力を使うなら、すでに長い歴史の中で改良されてきた牛や豚の方が有利な場合があります。カピバラが家畜として使えるかではなく、牛や豚よりもカピバラを選ぶ理由があるかという問題になるのです。そして4つ目が環境との組み合わせです。カピバラはどこでも同じように価値を持つ動物ではありません。水辺があり、野生の個体群が存在し、そこに肉などへの需要がある。そうした条件が重なった地域では、カピバラを利用する合理性が生まれます。逆に、そうした条件がなければ、わざわざ新しい家畜としてカピバラを育てる必要性は、それほど高くありません。ここで重要なのは、カピバラに家畜になる能力がなかったわけではないということです。むしろ家畜化に有利な性質をかなり持っていました。それでもどこで買えるのか、何に使えるのか、既存の家畜と比べて何が優れているのか、そしてその地域に需要があるのか、こうした条件まで考えると話は変わってきます。つまり家畜化に向いていることと家畜として選ばれることは同じではありません。カピバラの問題は合格できなかったことではなく、合格していても選ばれるとは限らなかったことだったのです。そして実際にカピバラが選ばれた地域も存在します。そこでは牛や豚とは違う形でカピバラを人間の経済活動に組み込む方法が生まれていました。5章、家畜ではないのに利用される。ここまでカピバラは世界的な家畜にはならなかったという話をしてきました。しかしここで重要な事実があります。カピバラは家畜になれなかったから人間に利用されなかったわけではありません。南米の一部ではカピバラは今でも野生動物として管理され人間に利用されています。特にベネズエラでは広大な牧場や湿地に生息するカピバラを対象に個体数を調査し捕獲できる数を決め、その範囲内で肉や皮を利用する仕組みが作られてきました。つまり牛のように人間が何世代もかけて家畜として改良するのではなく、野生のカピバラをそのまま管理するという方法です。これは一見すると家畜化とよく似ています。人間が個体数を把握し、生息場所を管理し、捕獲量を決め、商品として利用する。しかし決定的に違うところがあります。カピバラ自身は家畜として改良された動物ではありません。人間が繁殖を管理し、人間に従う性質を選び続けた牛や豚とは違います。つまり飼うのではなく管理する。ここにカピバラの面白さがあります。家畜化と野生動物利用は完全に別物ではありません。その間には野生のまま利用するという中間の領域が存在します。そしてカピバラはその領域でかなりうまく生き残りました。特に人間がすでに利用している牧場や湿地にカピバラが生息している場合、新しく飼育施設を作ってカピバラを育てるより、そこにいる個体群を管理して利用する方が合理的な場合があります。つまりカピバラを家畜にする必要そのものがなかったのです。ここがこの話の大きなポイントです。家畜化できるかどうかと人間に利用されるかどうかは別の問題です。カピバラは家畜にはならなかった。しかし野生動物のまま人間の経済活動に組み込まれることはできた。そしてその利用を後押ししたもう一つの特殊な事情がありました。それが宗教です。6章、魚という判定。その特殊な事情の一つが宗教でした。カトリックには断食や節制の期間に肉を食べないという伝統があります。ただし魚や水生動物は肉とは別に扱われ、食べることが認められてきました。ここでカピバラにまつわる有名な話が登場します。ベネズエラではカピバラが断食期間中にも食べられる動物として扱われてきました。そしてその理由として広く語られているのが、カピバラは魚として認められたという話です。カピバラは普段は陸上で生活しますが、水辺で暮らし泳ぐこともできます。そこで16世紀から18世紀頃、ベネズエラの聖職者がカピバラを断食中に食べられる動物として認めてもらうため、ローマの教会当局に問い合わせた
そしてカピバラは魚として扱われることが認められた。こうした話が現在まで伝わっています。ただしここには重要な注意点があります。この魚認定を裏付けるバチカンの公式文書は現在確認されていません。またいつ誰がどのような手続きで認めたのかについても資料によって説明が異なります。そのためバチカンがカピバラを正式に魚と認定したと断定するのは正確ではありません。あくまでカピバラが断食期間中にも食べられる動物として扱われたこととその理由を説明する有名な伝承として見るのが安全です。そしてこの話はカピバラだけの特殊な例でもありません。キリスト教の断食規則では水辺で暮らす動物が魚として扱われることがありました。有名なのがビーバーです。ビーバーは哺乳類ですが水中で暮らすことから地域によっては断食中に食べても良い魚として扱われた記録があります。つまり宗教上の分類と生物学上の分類は必ずしも一致しません。そしてこのような宗教上の扱いがカピバラの食文化にも影響を与えた可能性があります。特にベネズエラではカピバラの肉を食べる文化があり断食期間にも食べられることは需要を支える一つの要因になったと考えられます。ここで重要なのはカピバラが魚だったことではありません。人間がある動物をどう分類するかによってその動物の価値まで変わることがあるということです。牛や豚のように世界中で同じように価値が認められる必要はありません。ある地域ではある環境の中である文化の中でこの動物だからこそ価値があるという需要が生まれる。カピバラはそんな特殊な場所を見つけた動物でもありました。そしてここまで見てくると最初の問いに対する答えが少しずつ見えてきます。カピバラは家畜になる条件をかなり備えていました。それでも家畜にはならなかった。しかし人間に利用されなかったわけでもありません。むしろ家畜にならないままその土地の環境と文化に合わせて別の生き残り方を見つけていたのです。7章条件の先にあるもの。ここまでの話を一度整理してみましょう。カピバラは家畜化に有利とされる条件をかなり備えていました。植物を食べ比較的成長が早く飼育下でも繁殖しおとなしい性質を持ち群れで生活し社会的な順位もあります。生物学的に見れば家畜化の候補になってもおかしくない動物でした。それでも牛や豚のような世界的な家畜にはなりませんでした。その理由をカピバラには家畜になる能力がなかったと考えるのは少し違います。水辺という環境への依存、牛や豚ほど多様ではない利用価値、既存の家畜との比較、そしてその地域にカピバラを利用する需要があるかどうか、こうした条件が重なって初めてこの動物を家畜として育てる意味があるという状況が生まれます。そして実際に南米の一部では家畜にするのではなく野生のカピバラを管理して利用するという別の方法が成立しました。さらに宗教や食文化によって特定の地域で需要が生まれることもありました。つまり家畜化できるかどうかと人間にとって価値があるかどうかは同じ問題ではありません。ここにカピバラの話から見えてくる大きなポイントがあります。ある条件を全て満たしているからといって必ず成功するわけではない。必要条件を満たすことは可能性があるというところまでしか保証してくれません。その先には環境、競争、経済性、文化、そして人間が何を価値あるものと判断するかという問題があります。これは動物の家畜化だけの話ではありません。制度の上では条件を満たしている。理論上はうまくいくはず。数字の上でも問題はない。それでも現実には選ばれない。あるいは別の方法の方が合理的だったためにそちらが選ばれる。私たちの身の回りにも同じようなことはたくさんあります。カピバラが教えてくれるのは条件を満たすことと結果が出ることは同じではないということです。理論は可能性を示してくれる。しかし現実の結果を決めるのはその可能性が置かれた環境と競争と人間の判断です。カピバラは家畜になれなかった動物というだけではありません。家畜にならなくても生き残る道はある。そして合格することと選ばれることは別の問題なのです。